はい、どうですか？終わってまったな。終わってまったよ。みんなは来れるかな、どうだかわかんないけど。何の話してたんだっけ？あ、今日は蕎麦食べたって話だったっけか？今日は朝、コーヒーのお供に何したんだっけ？あ、ココアのパンケーキを作ったのかな？で、それに残ったブルーベリージャムを塗って食べて、で、お昼に残ってた玄米ご飯で、卵と、うちの、なんだっけ、シソ、プランターにね、雑草で生えてきたシソがだいぶ大きくなったので、それを収穫してチャーハンにしてみたけど、シソのチャーハンは別にうまくなかった。特にシソのね、なんだ、いいところを引き出せてなかったっていう感じでした。ピヨンさん来たよ。ありがとうございます。カニタンさん、出席取りますよ。はい。みんなもう終わったと思って帰ったんじゃないでしょうか。見つけられないかな。終わってまったな。はい。大変失礼しました。ね、リロードっていうんだっけ？ね、しちゃダメなんだな、やっぱりな。ダメだったんだな。なんか前にもよくそういうことがあって、で、結局なんか終わってしまう気がするんで、ちょっとできないとか言って、なんかやってなかったと思うんだよね。で、ね、なんか知んないけど、今日はやっちまったな。やっちまったらやっぱり終わっちまったな。そういうもんだったんだな。覚えたかな？また忘れてやっちゃいそうな気がするけどな。覚えた気がするよ。はい。ご迷惑をおかけいたしました。テンタワさん、始まった。はい。大変失礼しました。ジャパンさん、初見です。こんばんは。ボンソは、本日もしぶとくやっておりますよ。今終わっちゃって、ね、終わっちゃって再開してるところでございますよ。で、あとは今日はね、わかめね、カットわかめと、にゃんこ用にな、この前茹でたささみ食べてくれなかったからね、冷凍で保存してあったわけよね。で、それと、で、あとなんだっけ、塩昆布な、塩昆布がちょこっと残ってたんで、だからあれだ、チャーハンにもね、そっちにもサラダっていうの海藻サラダっていうのかなにも、残ってた塩昆布をね、ちょっとずつ入れて、でね、サラダの方は美味しく食べましたっていう感じかな。サラダの方はマヨネーズがちょこっと残ってたので、マヨネーズをかけて、マヨネーズサラダっていうのかなにして食べました。てんたまさん、ジャパンさん、こんばんは。カニタンさん、ジャパンさん、こんばんは。ジャパンさん、てんたまさん、グッド。ピョンさん、ジャパンさん、ウェルカム。はい。で、なんだっけ、そばの話が。で、今日は、ね、で、昼間ね、お客さんが来るんで、お客さんが来る前に食べちゃったんだよね。で、夜ね、お客さんが帰った後ね、どうしよう、お腹空いたかもと思って、だからといって今この勢いでね、スーパーに行くと、またさ、昨日ね、おでんで痛い目にあってんのにさ、おでんで痛い目にあってんのに、なんかまたね、痛い目に遭っちゃいそうなもの買ってきちゃいそうな気がするから、どうすっかなと思って。でさ、ああと思ってさ、前にね、まあ、備蓄用にもなるしと思ってさ、10割そばの乾麺がね、あったなと思って、で、10割そばの乾麺あったよと思ってさ、忘れてたなと思って、で、そうだ、それを茹でて食べっかと思ってさ、で、10割なんでね、つなぎが入ってないんで、切れやすいから、なんか茹ですぎないとか、茹でるときに混ぜすぎないとかさ、なんか茹で方のコツが書かれてたわけよ。で、そこにね、3分茹でて、で、2分放置して、それからね、湯切りするみたいなことをね、
書いてあったわけよね。だから一応その通りにさ、茹でて、で、3分茹でて、で、2分置いといてってしたんだけど、やっぱりちょっとね、混ぜなかったんだよね。混ぜなすぎた。混ぜなすぎたかなっていうので固まってたんだよね。塊になってて。で、あれ、つなぎ使ってない割には、蕎麦って結構くっつくもんなのねっていう感じで、塊の蕎麦でさ、運動すると思って。一応、まあ、水で洗って、で、まあ、そこそこほぐれたんでね。で、じゃあと思って半分ずつにして、で、半分は明日用にすっかと思ってね、半分だけさっき、で、めんつゆないんでさ、まあ、あるっちゃあるんだけど、まあ、備蓄用のめんつゆがね、1個だけあって、まあ、これは夏用に取っとこうかなと思って、今開けちゃうのはとりあえずよしとこうかなと思ってね。で、醤油がさ、賞味期限切れ、ね、そこそこ、そろそろ、切れたばっかりかなぐらいな感じの醤油がね、ちょこっとだけ残ってて、じゃあもうそれかけて食べようと思ってね、さっきそれと、あとごま油かけて食べましたよっていうね、お話でございました。てんたまさん、よしーさん、けもちさん、とか言っちゃったな。異次元に行ってしまったな。ジャパンさん、カニタさん、こんばんは。てんたまさん、一休さん、ピヨンさん、さゆりさんが迷子になってる。ダンジョンに迷い込んでしまったかもしれないな。ジャパンさん、ピヨンさん、はい。ヨッシーさん、はい、すいません。また来週かとね、この前そうだったからね。この前ほら、なんかね、なんだ、調子が悪かった時な、なんかもう一回やってもダメそうな感じだったからね、やんなかったんだよね、この前はね。で、今日はなんかそうではなさそうな気がしたので、今日はそうではなさそうな気がしたのでね、再開しましたよっていう感じでございますよ。で、何の話する話のネタがまたしてもないんだけど、で、今日は一応農協行ったのか、今日も一応農協に行って、どうしたんだっけ、何があったんだっけ。今日はお花かな、お花はとりあえずあったんだよ。お花はとりあえずあって、野菜なんかあったっけな。野菜長ネギあったっけ、なんか昨日の、記憶だったか、今日も同じような状態だったのか、なんかすっかり忘れてしまった。あ、確か長ネギあったな。だから昨日と同じような状況だったんだよね。だからもう、いいや。いいやと思ってね、買わずに帰ってきましたよってね、感じで。で、冷凍庫に入れといたな、干しリンゴをひたすらお腹が空いたらね、食べてる一日でございましたね、今日はね。で、あとは動画の編集をやっておりましたよっていうね、感じで、キュンパスのな、当選したな、駅弁作りをやった時の、動画を編集して、まだ終わっておりません。まだ終わっておりません。また明日も引き続き、頑張りますみたいな、そんな状態でございます。ピョンさん、長ネギはホイル焼きうまいね。だからそんなできるほどのね、量じゃないんで、今売ってる、農協で売ってる長ネギさ。もう細くって、もう白い部分がこれくらいしかなくて、で、3本ぐらいのね、束で100円なわけよ。だからこれくらいのがさ、3つぐらいしかできないよみたいな、そんな長ネギなんだよね。さゆりさん、はーい。生まれ変わって戻りました。おめでとうございます。おめでとうなのかよくわかんないけど。本当はおしるこをキーボードに、こぼして
掃除が大変だったので、そう、やっちまったな。やっちまったな。なんだっけ、おしること、いちごか。いちごだったんだっけ、今日はね。あら、まあ。カイタさん、そうだったんですね。復活おめでとうございますね。おめでとうございます。ところで映像と音声はどうですかね。治りましたかね。調子は治りましたかね。やっぱり、うちのね、原因だったのかな。そうだとしたら結局入り直さなきゃならなかったもんな。てんたまさん。キーボードがおしるこ茶漬け。そういうことだな。そういうことだな。うちもだからさ、毎朝さ、コーヒー飲んでんじゃんか。で、まあ、ここではないけど、そっちだった時にさ、このテントない時ね、朝さ、よくにゃんこがさ、トイレ杯なのかな運動会してる時があるわけよね。でさ、なんか知んないけど、私とパソコンの間さ、ぴょんぴょんってさ、猫がさ、飛んでいくわけよ。で、私がこう、コーヒー持って口元にこう、運んでる瞬間にピョーンって飛ぶから、それでコーヒーバーって、キーボードにぶちまけてさ、もうとかって思って。ただまあね、不幸中の幸いでさ、私砂糖とかミルク入れないんでね。だからまあ茶色くはなるけれども、ベタベタにはならないんで、あとはキーボードが壊れないでさえね、いてくれればいいからっていうのでさ、一生懸命ひっくり返して拭いてな。で、なんとか、今までね、過ごしてる感じ。そのコーヒーは2回ぐらいこぼしましたみたいなね、ことがありますね、このキーボードはね。ピョンさん、キーボードは定期的に変えています。ああね、それが一番いいと思う。それが一番賢いんだろうなと思うよ。ね、物持ち良すぎるなんでさ、うちはさ。カニタンさん、てんたまさんうまいね。おしるこ茶漬け。おしるこ茶漬けだな。さゆりさん、はじめのコメントは消えてしまったのですね。あ、さっきのやつな。そうだよな。本当申し訳ない。あ、でもアーカイブで残ってると思いますのでっていう感じかな。てんたまさん、さゆりさん、パソコン今年で10年目ですので、いつ壊れてもおかしくはありませんな。うちもさ、今9年目。2015年に買ったパソコンだったんだよね。もうそんな経つのそんな経つのっていう感じなんだけどさ。だからその時はエアビーやってたんだよね。だからエアビーやめてからもうね、かなり長い期間に経ってしまうんだなって思うとさ、なんか悲しくなるんだけどな。だから前、エアビーやってた時にパソコンがさ、壊れたわけよ。でね、ちょうどパソコンに詳しいゲストが来てたわけよね。で、教えてくれたんだけど、でね、こうなるはずだ、みたいに、こういうふうにすればこうなるはずだ、みたいに、ウェブ上から画像を出してきて、で、教えてくれるんだけど、いや、ここで、何もならないと。この作業をしたときに、そこから先には進めないって話をして、ああ、ダメですね、みたいな。それはダメですね、みたいなね、ことになって、で、諦めてね、新しく買い替えて、でね、滞在中にそういう出来事があったんで、パソコンがね、新しく新調するっていう出来事があったんで、そっから10年経っちゃうのかって思うとさ、なんか、って思っちゃうんだけどな。そう、だから2015年のパソコンだったので、今9年目って感じで、うちもな。さゆるさん、おしるこ茶漬け。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日もしぶとーくやっておりますよ。てつたまさん、自分も、
2013年に購入した PC ですよ。みんな結構同じ感じだな。ピヨンさん、ここ10年、パソコンの性能そんなに進化してませんわ。そうなんだね。大吉さん、今日は江ノ電を満喫しました。今日はね、天気良かったからいいだろうね。いや、花粉症の人がすごいな。今日お客さんもうね、なんかぐずぐずしてたよ、みんなな。てんたまさん、大吉さん、こんばんは。さゆりさん、私のパソコン、立ち上がるまで10分近くかかります。何かが悪さしてそうだな。何かが悪さしてそうだな。ノートパソコンの方が性能良いですね。あ、そうなのね。だったらもうノートパソコンにした方のが持ち運びもできるからいいよな。さゆりさん、大吉さん、こんばんはでございます。ペンタマさん、ヤフオクで購入した、グラボと CPU、交換して 4K 再生もスムーズにすげえな。ね、そういうことできる人ってさ、ヤフオクってきっと楽しいんだろうけどな。そういうの全然できない人はさ、ヤフオクちっともな、だからそんなん買っちゃってさ、で、使えねえとかっていうことになったらさ、困るんで、みたいのでね、あんまヤフオクって使わないんだよねっていう感じなんだよね。で、あとは何の話だった今日ね、だからカリカリさ、カリカリ結構食べてたわけよね。なんか、朝昼と、ほぼね、完食してたわけよ。だから、結構食べるね、と思って、じゃあ食べなよっていうのでさ、夜はね、多めにっていうかさ、いつも少なかったから、すっげえ少なかったから、食べないからね。食べないからってすっげえ少なくしかあげてなかったけど、食べきってたから今日はさ、食べたね、つって。じゃあ食べなよって言ってさ、普通にあげたわけよね。そしたら全然これだよ。なんなんだよ。なんなんだよって感じな。ピョンさん、ノートパソコン持ってるだけで、賢そう、バイ、タッチおじさん。確かに。それはあるかもしんないな。てんたまさん、ちなみに、HDD を SSD に交換すると、立ち上げスピードが一気に、速くなります。そうなんだね。わかんないけど。何言ってんのか全然わかんないけどっていう感じな。ミッチーさん、こんばんは。栃木県民来たよ。いらっしゃい。そう、栃木県民のね、喋ってる言葉聞くとさ、なんかちょっとね、安心するのよ。なんかちょっとね、安心するね。最近知った人でさ、なんだっけ、さ、三三能だったっけ名字が難しいね。三能銀之助さんっていう人がいるんだよね。で、その人がさ、栃木県出身みたいで喋り方がさ、栃木なまりな感じがしたわけよね。で、なんか栃木なまりな感じがするんだけど、なんでなんだろうと思ってたんで。で、まあ、その人は今は、沖縄に住んでて、なんか沖縄にいるっぽいんだけどさ、どうやら出身が栃木みたいなんだよね。で、栃木で、やっていくみたいな時があって、また栃木に戻って、なんか活動してた時も、なんかあったらしくってさ、だから栃木なまりな気がすると思ったら、栃木なのかって思ったんだよね。なんか妙に親近感あるな、この人って思ったわけよ。その喋ってるね、喋り方を聞いてて。まあね、性格上なのはあると思うんだよね。キャラクター的なものはあるとは思うんだけど、それ以前にこの人の喋り方がなんかさ、妙に親近感あるんだよなと思ってたらさ、なんか栃木県民っていうか、まあ今沖縄だけど出身の人だったみたいなんだよね。道理でって思ってさ、納得したんだけど、まあ父親がさ、栃木出身なわけよね。で、別に、私と喋ってる時に、
栃木なまりが出るわけじゃないんだけど、ただやっぱりさ、親族とかさ、あと栃木出身の人がいると、もう途端にさ、栃木喋りになるわけよね。で、もう途端にね、本気で栃木なまりで喋られると、何言ってるかわかんない。やっぱりね、やっぱりそんななまるんだっていうぐらいね、何言ってんのかわかんないぐらいになるんだよね。んで、びっくりしたなって思った時があったんだけどさ、だから時々ちょいちょい、耳にする、訛りの言葉が栃木の言葉なんでさ、だからなんかね、聞くと、ちょっと安心感っていうのかな、あるんだよね。てんたまさん、みちさん、こんばんは。読んだんだっけ。かにたんさん、みっちーさん、ウェルカム。ぴょんさん、みっちーさん、ようこそ。さやさん、みっちーさん、こんばんはでございます。うちの母の親戚は、鹿沼市に住んでます。あ、そうなんだね。みっちーさん、皆さん、こんばんはね。何の話する何の話しようかとな。話の、ネタが見つからないので、またタロットカードタイムにも行こうか。じゃあ本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。さゆりさん、今日は病院勤務で、救急車の搬送が11人。そうなんだ。緊急事態の患者さんが多かったです。なんでだろうね。みっちーさん、鹿沼か。鹿沼こんにゃく、美味しいよね。あ、そうなんだ。鹿沼、そう、確か。だから、うちも、鹿沼に近いんじゃないの。あんまりほら、土地のこと私、わからないわけよ。地理のことがあんまりわからないのでさ、ばあちゃんちが、なんか、どこなのかわかんないんだけどさ、っていう感じなんだけど、まあ、とにかくばあちゃんちは、御料牧場ね。御料牧場の、すぐ近くなんだよね。っていう感じでございますよ。で、それはどこそれはどこっていう感じなんだけどさ。なんで今日ね、緊急の人が多かったのかな。ね、だってさ、あったかいしさ、ね、真冬の寒いとかっていう時期でもないしさ、まあね、なんだっけ、花粉がひどくて、花粉で搬送されたとかなら、まあありそうかもしれないけどさ、ね、緊急の状態ではないだろうからね、それでだとな。そう、だからさ、栃木って美味しいものがたくさんあるみたいなんだよね。てんたまさん、緊急を要する患者さんが11人も搬送されてくるなんて、大病院ですね。あ、そうだよね。確かにね。ピョンさん、緊急搬送11人は驚愕。あ、そうなのね。私、あんまり病院のことわかんないからさ。11人がどういうことなのかがあんまりわからないんだけどね。そうで、栃木でさ、うちのおばあちゃん家に行くと、もうおばあちゃんは亡くなっちゃってね、いないんだけど、なんだっけ、金豚まんじゅう。金豚まんじゅうっていうのがさ、必ずあるわけよ。で、その金豚まんじゅうは、私は別にそんなに好きじゃないんだけど、なんかね、いつもあるんだよね。だから、まあ、栃木の名産だから、私はばあちゃんがみんなのために用意してるんだと思ってたんだよね。そしたら、そうじゃなくて、実はなんかね、うちの父親が、買って、で、持ってってたらしいんだよ。通りでな、私が行くといつもあるわけだよな。だって父親が買ってんだもん、みたいな感じだよね。私が行くといつもあるんで、いつもあるなって思ってたわけよね。で、その金豚まんじゅうっていうのは、
中がさ、粒あんなわけよ。白いまんじゅうで、中が白い、豆の粒あんなわけよね。だから皮が白くて、で、中も白い粒あんでっていう感じなんだよね。で、私はこしあんが好きでさ、温泉まんじゅう、茶色い皮のさ、で、中がね、茶色い、あんこのこしあんのまんじゅうが好きなんで、それと真逆っていうのだから、あんまりそれはそんなに好きじゃなかったんだけど、いっつもあるし、で、いっつもくれるから、まあ、食べるけどねって食べるけどね、みたいな感じで言ったんだよね。そしたらさ、なんと、ばあちゃんが用意してるわけじゃなくて、うちの父親が買ってたと。で、しかもさ、ばあちゃん、あんこ嫌いだったんだよね。ばあちゃん、あんこ嫌いだったんで、それ結構後の方にね、わかるんだよね。で、みんな知らなかったわけ。もうばあちゃん誰にも言わなかったわけよ。あんこ嫌いっていうことをさ。で、結構後の方になってさ、で、しかもね、その父親のお姉さんの旦那さんが、もう何人目かの旦那さんなのかな。だから私初めて会った時に、なんかばあちゃんとすっげえ仲良しだったんだよね。で、知らない人がすげえばあちゃんと仲良しなんだけど、なんだこれって状態で、いたわけよ。だからばあちゃんとすげえ仲良しだったんでさ、そこで初めてばあちゃんの嫌いなものをさ、聞き出したわけよね。で、あんこ嫌いなんだよなーって言われて、で、とかって言ってるわけ、ばあちゃんが。で、みんな、はぁってなって、はぁってなって、もう誰も知らないの、親戚けどさ、親兄弟って親はいないけどさ、まあね、子供たちっていうの、ばあちゃんのさ、子供たち全員、ばあちゃんあんこ嫌いだったって知らなくてさ、いつもその金糖まんじゅう家にあるからさ、もう何それっていう状態だったよね。だから私は、へえって思ったのけども、金糖まんじゅうをさ、父親が持ってってたっていうのは、去年だか一昨年ぐらいに知ったけど、だからばあちゃんが亡くなってから知ったわけよね。もう何それみたいなね、ことがありまして、はい、楽しめてますでしょうか。ね、誰も知りたくない話。さゆりさん。ミッチーさん、栃木県は雷もよく落ちるそうですね。あ、そうそうそう。だから雷落ちるところって水が美味しいんだよね。だから富山もさ、雷がすごい、日本一落ちるとかっていう話で。だから食べ物が何でも美味しいらしいんだけどさ。で、栃木もね、美味しいものいっぱいあるってことは、まあ、水が美味しいっていうことらしいんだよ。っていうことは、雷だよな。そうだよな。雷落ちるってことだよな。ピヨンさん、ばあちゃんは買ってない。そう、ばあちゃんはなぜならあんこが嫌いなので買うわけがない。買うわけがないんだよね。さゆりさん、救急車は外国ですと1回呼ぶと10万円前後かかります。あ、そうそうそう、そうなんだよね。日本は税金から徴収されますが、あ、そっか、じゃあ10万円ぐらいかかってるっていうことなのかね、本当はね。大吉さん、はい、ラインテリアストップ、ありがとうございます。カニタンさん、来たー。ピョンさん、救急車は正しく利用しましょう。まあね、でも分かんない時もあるだろうからね、そういう時は致し方ないかなっていう、ね、ケースもあるだろうけどね。てんたまさん、10万円かかるなら、はってでも自力で病院に行きます。あ、ね、そうなんだよね。そうなんだよね。だから日本ってまあ狭いっていうのかな。ね、だから歩いて行ける距離に病院とかありそうだけどさ、ね、アメリカとか広いとこだとそういうわけにもね、いかないところもあるだろうからね。もうしょうがないって感じなんだよね。だから一回ね、病院かかると4、50万かかるみたいだもんね。さゆりさん、ほとんど救急隊員の人件費で、
処置などをすると、プラス経費がつくそうです。そうそうそう。だから結局、救急車で運ばれて、で、入院、一泊して、だと、なんか40万とかって言ってたような。それでさん、救急車、乗ったことありますが、乗り心地は悪いですね。あ、そうなんだね。私、救急車乗ったことないんだよね。呼んだことはあったかな。呼んでくれって言われて。で、一回呼んだことはあるかなって感じね。で、一緒にそれに乗ることはなく、行ってらっしゃいっていう状態で。はい、行ってらっしゃい、みたいな感じでね、呼ぶだけ呼んで乗らなかったとか、あと自分が車にぶつかって、ね、救急車呼ばれたことがあったんだけど、まあ私と友達とね、一緒に車にぶつかったわけよね。で、まあ子供だから飛び出したのがいけないんだけどね、子供が完全に悪いんだけど、で、車もさ、飛び出すといけないからと思って、ちょうどそんなにスピード出して走れる場所じゃなかったんでさ、ゆっくり走ってる車にぶつかったんだよね。で、友達は転んで怪我してね、すりむいたんで、救急車呼ばれて念のためっていうので乗ったんだけど、私は全くもって無傷。全くもって無傷っていうのかな。ぶつかりはしたけど、バウンドしてセーフみたいなね、そんな状態だったんで。何も起きてないんでね。だから何があるかわかんないから一緒にね、乗った方がいいよ、乗った方がいいよっていろんな大人に言われたんだけど、いや、でも、ただぶつかっただけで、転んでも何もないので、私はいいですっていうのでね、だから友達だけ乗って、で、行ってらっしゃい。行ってらっしゃいっていうことがあったかな。そんくらいだね。だから救急車に乗ったことが全然ないんだけど、乗り心地悪いんだな。天玉さん、六甲とか雷落ちまくりですか？ねえ、どうなんだろうね。どこに落ちるんだろうね。ヨッシーさん、救急車小なんですね。そうなんですね。ね。天玉さん、いってらっしゃい。そうなの、いってらっしゃい。いってらっしゃいって感じで。さゆさん、救急車を有料にすると、お金で、ためらって助かる命も助からなくなってしまいます。あー、なるほどね。そっか、そうだよね。その辺がちょっと難しい問題なのかもしれないな。天玉さん、なんていう強運な、意外と持ってんだな。だから私さ、不足をさ、見てしまうけどな。ね、充足を見ればいいんだけど、ついつい不足を見てしまうんだけどさ、ね、充足を見ると結構私は強運なのか、強運なのかもしれないよな。ストップいただいてましたね。あ、そう、救急車もう一個なんかあった気がすると思ったんだけど、あれだ、救急車ではでもなかったかな。誰かの車だったのかな。なんか救急車の記憶はないんだよ。仕事の、まあ、同僚というか上司というか、が、風邪かなんかひいたんだよね。で、もう本当大げさなの。もう本当大げさなんだけど、もう病院がね、嫌いすぎるのね。病院嫌いすぎるくせに、もうすっげえ大げさなんだよ。で、なんか具合が悪くなった、具合悪くなったってもう大騒ぎでさ、もう帰る帰るって大騒ぎで。で、なんか病院には行きたくないみたいな、なんか大騒ぎだったんだけど、誰か付き添ってね、病院行ってくれみたいな話で。で、私がちょうど上がりでさ、いたわけよね。だから別に用事ないからいいっすよ、みたいな感じで。で、まあもう一人ぐらいいたと思って、だから両脇でさ、支えて、なんか病院連れてったよなっていう、記憶があるわけよ。で、お母さんも来て、その人のお母さんも来て、で、病院で鉢合わせというか、ね、3人で、その人と3人で行ってね、で、病院の先生に、妊娠はしてないですかっていうふうにね、聞かれてて、で、その人は、バツイチでね、まあ子供はいるんだけど、バツイチで、で、旦那さんはいない人だったんだけど、みんな、いやーね
どうなんでしょうね、つって。で、本人は、なんか、頭痛いとか言って大騒ぎして、注射は嫌だっつってさ、もうずっと騒いでるわけよ。で、病院の先生に妊娠してないですかとかって聞かれて、ねえとか言ってお母さんに、お母さんもさ、ねえとか言って、そんな出来事あったよなと思うんだけど、なんか救急車ではなかった気がすんだよな。なんだろうな。誰かの車で行ったんだったっけな。あ、タクシーだ。タクシーに乗って行った気がするな。だから救急車ね、2回乗れそうだったけど乗らなかったっていう話。みちさん。救急車3回乗りました。なんか、あ、自分が乗ったってことか。すごいな。さゆりさん、その通りと、思います。命は無償。無償救急車に3回乗ったのは、どういう自分で、呼んで、なんか、盲腸とか、そういう感じなのかな。さゆりさん、本当ですね。藤子さんは事故にあっても、怪我一つしないでしょうね。そうなんですよ。もうほんとそうなんだよね。テータさん、ミッチーさん、3回はちょっとすごいね。3回ってことは30万は最低かかってるってことことだよな。さゆりさん、フィオンさん、おっしゃる通りです。かけがえのない命は一つですもんね。そうだね。今世この体で経験できるのはね、1回だけだからな。さゆりさん、搬送された一人は、土を食べてしまって運ばれたそうです。あ、そういえばね、上の人、子供の時さ、もう今はいないけどさ、ね、子供の時、よくね、この辺の近所の子供たちはさ、遊んでたんだけど、いや砂食べてたよね。砂をさ、美味しそうに食べるわけよ。だから騙されてさ、つい食べてしまうんだけどさ、やっぱりまずいわけよ。なんでって思うんだけど。だから砂は大丈夫なのかな、土はダメなのかな、菌があるからな。一応じゃあラインディリアストップいただいてますので、一枚引いてみましょうかね。はい、じゃあいきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はごめんね。こちらでございます。せーの。じゃじゃん。おー、なんだこれ。黄色いな。ワンズのクイーン。ちょっと意味わかんない。ね、1枚引いてわかるカードだったら、これはこういうカードだねでさ、終わらそうと思ったんだけど。終わらそうと思ったんだけど、このカードの意味知らないな。こういう時に限ってさ、知らないカード出てくるんだな。今さ、ほら、6枚目の、7枚目のカード引くのにさ、6枚カードをさ、置くじゃんか。ゆりたんがここで今寝てっからさ、ゆりたんのお尻に置いちゃってたわけよね、ちょうど場所がさ。もうすごいムズ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 して。ムズムズして、しまいには切れかかったんで、ごめんなさいって言ってたわけよね。ワンドのクイーンの意味を教えてください。繋がんないんだよな、最近な。ワンド、クイーン、意味を教えてくれ、正一でございますね。ワンドクイーンの意味。ピカッと光り輝く服を着た、女王がそうだよね。マツケン様みたいだもんね。どっしりと椅子に座っています。あなたはすでに自分だけのエネルギーを手にしているはず。エネルギーの本質を理解すれば、あなたの魅力が周囲に広がるでしょう。あなたのエネルギーはどのような輝きを放ってますか？で、今、内なる強いエネルギーを、俺のことか。強運体質の俺の話か。物語、ワンドの物語へ深い理解を示しています。どういうこと？ワンドは生命力やエネルギー、情熱を表す火の象徴。人間が手にした最初の道具。はい。クイーンは懐が深く、あらゆるエネルギーを受け入れる、女王。
あなたの手にはワンドの持つ強いエネルギーが握られているはず。エネルギーの強みや使い方を理解することであなたの魅力が光り輝き、周囲へ広がります。ありがとうございます。身近な人たちがあなたをサポートしてくれる機会も増えるはず。やりました。あなたの魅力を輝かせるエネルギーはどのようなものなのか、ヒントを探しに行きましょう。はい。聖地全体、あなたの魅力を発揮するチャンスが巡ってくる。あなたはこれまで情熱的に目標達成へ向けて進んできた。やる気に満ちていて力もしっかりついてます。チャンスが目の前にやってきたら自信を持ってチャレンジしてみて。あなたの魅力を十分に発揮できるでしょう。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、ね、あなたの魅力が光り輝いてますよってね、カードだったみたいだね。楽しんで、いただけてたら幸いでございます。命運ばれた。みっちーさん、バイク事故で、なるほどね。バイク事故で乗り心地は、わかりません。意識なかった。おー。激しいな。そうだ。私の元旦那さんはそうだ。バイク事故でね、3回ぐらいで救急車乗ってる。同じだな。それじゃな。てんたまさん、砂場で泥団子を、美味しそうに作る子供になりたい。ね、なんかすげえさ、綺麗な泥団子作る子いたよね。私あれできないんだよ。だからあれできる人って多分フニタ弁当も上手に作れたんだろうな。てんたまさん、バイク事故で3回は命捨てすぎてるそうだから、私の元旦那さんね、ほんと命捨てすぎてると思ったよ。アホなのかなって思ってたもんな。ごめんなさい。ミッチーさんのこと言ってるみたいになっちゃったな。カニタンさん、強運ですね。ね、強運だよな。サイルさん、ミッチーさん、バイク事故は怖いですね。安全運転、安全運転。そうそう、バイクはね、もうほんと怖いよね。ミッチーさん、了解。みんなも安全運転でね、だから3回もさ、バイクの事故でさ、連れてかれてる運ばれてるのに、それでもまだ乗るっていうのは相当好きなんだろうね。いや、そんなに自分がね、バイクの事故で、ね、連れてかれてるじゃないと、運ばれたら、さすがにもうちょっとバイクは乗らないでおこうかなみたいに、私だとなりそうだなってふうに思うんだけどな。ねバイクは安全運転じゃない。自動運転ってあるのかな。てか、ほら、自動運転なんかね、やばいよね。かえって自動運転のが危ない気がするって、思ってるのは私だけでしょうか。というわけで本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とって送ってないの。グッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。